それでは1番をお選びいただいた方、リーディングを行っていきます。今回のテーマは1ヶ月以内に起こること、いいこと、気をつけること、それぞれ見ていこうと思います。よろしくお願いします。もうすでにこちらにアドバイスカードいただいています。ではトランスペアレントオラクルカード、こちらを使っていきます。はい、それではルノルマンカード、タロットカードも合わせて見ていきます。まずトランスペアレントオラキュル、こちらから出てきたのがノームのカードです。知の精霊のカードですね。今そのお仕事、忍耐などを表しています。責任も表していますね。あなたが地道に頑張ってきたことが花開くとき、この1ヶ月の間に結果が出るだろうっていうのが出てきています。そうですね、お仕事かなというのを感じました。または人間関係、あなたが今夢目標に向かって頑張ってるっていうのが出てきていますね。それが一つ結果が出るだろうっていうのが出てきています。もう長いこと頑張ってきたこの努力、そしてその努力に伴った苦しみとか痛みとか耐えてきたことっていうのがもう終わりを告げます。この1ヶ月以内にですね、苦しいことから抜け出すことができるだろう。それはあなたが今まで頑張ってきたことが評価されるというのが出てきています。なのでお仕事や今の取り組みなのではないかなと思いました。そして今自分自身の殻を打ち破る時ですと出てきています。あなたの中で心のガードがあるというか、今その目標に向かって頑張ってるんだけど取り外さなければいけないブロックがあるんだと思うんですよね。それを今打ち破る時、自分の殻を打ち破って新しい自分になる時っていうのが出てきています。今まで頑張ってきたことがあると思うんですよね。それは夢、目標、希望ですね。その希望が今見え始める時です。それはあなたが変わっていく時、変化の時というふうにも見て取ることができます。なので今まで頑張ってきたことが花開く時だったりとか、あなたが頑張ってきたことがようやく報われる、その通知が来るっていうのも入ってくるので、お知らせですね。レターのカードが入ってきていますから、嬉しい結果、それは合否の結果かもしれない、合格とか採用とかですね、通達が来るっていうことです。頑張ってきたことに対しての結果が目に見えて分かるものとして届いてくるだろう。もう苦しみは終わりです。冬が明けて春を迎えましょうっていう、そういう流れになっています。時期としてはね、これリアタイでご覧になっている方は今冬に入るところなんだけど、でもあなたの中ではもう冬のサイクルは終わっていて春を迎えようとしています。なので嬉しいお知らせがあるんじゃないかなと思うんですね。ただしその周りの状況として今見るのであれば、今一時的に流れが滞っているなっていうのを感じるんですね。あなたが頑張ってきていることに対して今現在は周りが認めてくれないとか評価もらえないとか思ったように成果が出ないっていうのが出てくるんですけど、あとは周りとの不和ですね。うまくいかないっていうところに対しても、そこはうまく馴染んでいく。特に1週間2週間ぐらいでこれは解決するんじゃないかなと出ています。またはずっと長い間対人関係で悩んできたんだっていう方は1週間2週間では解決しないかもしれない。だけどこの1ヶ月後、1ヶ月ちょうど経った後ぐらいにはこの兆しが出てくるっていうのが見えてきています。人間関係の解消、ストレスからの脱出っていうのが出てきていますね。
または周りの方で体調不良の方がいらっしゃるのかもしれない。そのことによってプロジェクトがうまく進まないとか、またはあなたが今目標に向かって頑張ってることがあるんだけど、でもご家族の例えば介護だったりとか、今その通院していたりとか、それに付き添っていたりとかしていてっていうのがあるかもしれない。そこから抜け出すよっていうのが言われています。ご家族の方のもし体調不良とかがあるのであれば、そこが回復されていくっていうのがありますね。心の病っていうのも少し気になるので、これはあなたの体調ではなくて周りの方のっていうことが入ってきます。体調不良でなければ対人関係であなたがストレスを感じていたりとか、あとは周りに認めてもらえないとか、そういうねモヤモヤを抱えているっていうところから抜け出すっていうのが出てきています。それはひとえにあなたの努力あってこそですって、今まで頑張り続けてきたことがようやく花開くっていうのがここで言われています。さあ見ていきましょう。押さえておきたいポイントとして見ていきますね。これから形にしていく時ですっていうのが出てきています。今までずっと頑張ってきたこと、取り組んできたことっていうのが成果が出てくるので、じゃあその後っていうことでこれからどうしようかっていうのを考えたさらにその先言動に起こしていきましょうっていうのが出てきます。ラッキーなこと、幸運なことが訪れるでしょう。これをしっかりとキャッチしてください。今のうちにイメージしておくといいかもしれません。もし自分の夢目標が叶ったら、願望が叶ったら、自分はこのように行動していこう。叶ったその先ですね。取り組みではなくて、叶ったらどうしたいか、どうするかっていう、どう行動するかっていうのを考えていきましょう。そしてこのタイミングをしっかりとキャッチすることっていうのがとても大切になってきます。はい、具体的に今からどうしようかなって、もし夢が叶ったらこういうことしようってちゃんと考えておくと、実際にそれを掴んだ時に行動に動かすことができるので、そのようにね計画をしっかり練って行動に起こす手前まで持っていきましょう。この1ヶ月以内にっていうのが出ています。少しスピーディーに動いていくことがポイントですね。そしてチャンスはこの1ヶ月以内の間に一度訪れると思ってください。はい、ということで、頑張ってきたこと、地道に思い続けてきたこと、取り組んできたことっていうのが今回この1ヶ月のうちに苦しみから抜け出すきっかけが生まれると出てきていました。ではこれからどのようにしていけばこの1ヶ月より良い1ヶ月になっていくのかなっていうアドバイスカードをもらっています。まずトランスペアレントとタロットからももらっています。そうですね、同じサイのカード、そしてこちらのカードですね。これはそうですね、あなたの無意識の世界で呼びかけていることです。これは恋人のカードなんですね。そして方角的に今、基地となる方角は西です。西の方角が基地ですね。あとそうですね、こちらはハート、感情、心とか共感とかを表しています。つながりとかも表していますので、そうですね、自分一人で抱え込むことなく誰かと助け合うことっていうのをこの1ヶ月積極的に行ってみてください。ただし周りの人に振り回されすぎないようにしてくださいっていうのは入ってきています。周りの人が停滞しているので、それに引っ張られて自分の歩みをストップすることないようにっていうことですね。そして助け合いの気持ちを持って生きながらっていうメッセージが入ってきています。困っている人がいたら積極的に手を差し伸べていきましょう。あなたの身近な人が困っている可能性があります。あなたの愛情を持って接していくと、ここはスムーズに周りと調和が図っていけるのかなっていうのも感じますし、あとはあなたがやはり周りの人に癒しとか導きをしていくような、引っ張っていくような1ヶ月になっていくと思います。こんなね、周りの環境っていうのが少しここ気になっていて、誰か不調が出てきていたりとか滞っているっていうのがあるんですが、それをあなたが動かしていくっていう流れですね。ここ素晴らしいカードです。愛情を持っていきましょう。そしてロマンスのカードが入っているので、一部の方では恋愛的要素で見ることができるかなとも思います。誰かと一緒に紡いでいく未来っていうのが出てくる。長いこと思い続けていた片思いから抜け出す1ヶ月になるかもしれません。それはあなたが一点集中してずっと頑張ってきたからだよっていうことですね。ここが認められる、評価されるっていうのが出てきています。自分の心をしっかり
りと持って大切に信念を貫いていってください。時々悩んだりとか立ち止まった時には、自分の心に立ち返って自分がどう感じているのかっていうのを一番大切にしてください。はい、こちらも出てきていました。あとは周りの人っていうのもやっぱり今回この1番さん大きく関わってきてるので、周りの方とどう紡いでいくのかっていうのも重要なポイントになってきます。協力し合いながら目標を達成するのか、またはその思い人がいてそのお相手と一緒に未来を紡いでいくのかなど、この対人関係、対お相手っていうのが出てくると思います。ではこちらすでに出しているオラクルカードからアドバイスカードをもらっていきましょう。まずはオラクルオブザフェアリーのカードなんですが、 Wait for Winter っていう冬の女王、冬を待つっていうカードと、あとモチベーションって言って春を感じさせるようなカードが出ている、冬と春が出てきているので、今この動画をリアタイでご覧になっている方っていうのがテーマとしては1ヶ月以内に起こることで見ているんですが、もしかしたら冬から春にかけての間に大きな変動が訪れるかもしれません。そしてこちらのラブオラクルからは自由、そして安全な場所っていうのも出てきています。そしてドリームリチュアルからはこちらリリースのカードですね、も出てきていますね。あとはチベット構想のオラクルカード、こちらのメッセージももらっていきましょう。意地を張りすぎてはいませんか？心を開けば答えはすぐそこにあります。些細なことで振り回されない自分に、というメッセージもあります。はい、こちらを一緒に受け取っていきましょう。まず冬を待ちながら春を迎える準備をしていく時なのかなというふうにこの2枚から感じます。関連性がとても強いカードですね。冬の寒さが訪れると心の中で育っている願いが少しずつ実を結び始めます。冬のフェアリークイーンがあなたの夢の実現を助けてくれるでしょう。今この時期は心の中の不安を手放し、夢を現実に引き寄せるための準備をしていくことが大切となってきます。そして春が近づいていくと、1ヶ月過ぎてしまうんですが、春が近づくと花の妖精たちがあなたに行動を促します。ずっと思い描いていた夢を実現するために今こそ取り組む時です。今のうちから取り組んでいきましょう。新鮮な花やその香りに触れることで心を華やかにし、周りの人々も明るく照らしていきます。ぜひお花や香りを今取り入れてみてください。また冬の間に心と体を癒す時間を持ち、温かいアロマバスでリラックスすることも大切です。アロマを取り入れて温めましょう。このリラックスタイムを利用してあなたが本当に望んでいることを見つめ直し、不要なものを手放していきましょう。あなたの夢を実現する力はすでにあなたの中にあります。冬の静けさを大切にし、春の光が夢を照らすのを楽しみに待ちましょう。春が訪れる頃にはもっと大きな変化や結果を受け取ることができるんじゃないかっていうふうに告げています。1ヶ月以内も苦しみから抜け出すっていうのが出てるんですが、春が訪れる頃にはもっと大きな結果や動き、変化っていうのがあるんじゃないかなというふうに見ています。そして自由を解放して未来を選び取っていきましょう。あなたは自分が思っている以上に才能に満ちている存在です。気がついていないかもしれませんが、実はたくさんの選択肢があります。誰もあなたの心の自由を奪うことはできません。もし自分を制限する壁を作っているのであれば、それはあなた自身が作り出したものです。その瞬間から自分で決めた限界を乗り越え、あなた本来の力を取り戻していきましょう。もう必要のない不安や自分には無理だという思い込みを手放して心を軽くしていきましょう。あなたが本当に喜びを感じること、ありのままの自分でいられることを自由に選んでください。他の人に合わせる必要はありません。あなたが輝くための場所はあなたの意思で選ぶことができるんです。この力を忘れずに持ち続けていきましょう。そして自分が作っているルールが本当に妥協であるかどうか見直してみましょう。周りに本当の自分を見せていますか？その姿をどう表現するのかを考えてみてください。あなた自身が安心して過ごせる場所を思い浮かべてみましょう。そこは愛に満ちていて、あなたを無条件に受け入れてくれる場所です。そんな場所にいつでも戻り、エネルギーを充電するようにとこのカードが告げています。
大切な人と安心できる関係を築くことが大切になってきます。本当の気持ちを伝えること、ありのままの自分を見せていくことで、より深いつながりが生まれていきます。特に特定の人がいない場合は、安心できる環境にいる時のように自分を表現していくことで、新しい人間関係を引き寄せることができます。心の中にも安全な場所を作っていきましょう。いつでも心の平穏を取り戻せる静かな空間を持ち、心を癒していくことが大切です。自分の居場所に感謝し、周りの影響を受け入れつつ、意地を張りすぎないように心を開いてみてください。些細なことで振り回されることなく、心を広くしていくことで、あなたの未来はもっと明るく自由に広がっていきます。あなたの中にある力を信じ、素晴らしい未来を選び取っていってください。はい、今心を解放し、そして周りとつながり、解放、自由っていうカードも出ていますので、そうすることでより安全な場所でより自分の力を発揮することができるだろうっていうメッセージ。あとはこちらのお選びいただいたオラクルカード、とても素晴らしいピンク色の可愛いカードですね。このカードからのメッセージをもらっていきます。 Welcome the Divine Masculine っていう神聖な男性性を受け入れるっていうカードです。男性性っていうのは何だろうっていうと、強さ、そして保ち守る力、リーダーシップ、決断力などを表します。この力を高め、そしてこの強さを自分自身で受け入れることで、心の中、内面の強さを育むことにつながっていきます。挑戦に立ち向かい、愛を持ってそれを乗り越えていきましょうというメッセージですね。あなたはその準備が今整っています。炎のような情熱を持つためには、エネルギーを上手に管理することが大切になってきます。エネルギーが不足すれば夢を実現できず、逆に過剰になるとすぐに燃え尽きてしまうこともあります。だからこそちょうどいいバランスを見つけて、創造的な情熱を長く保ち続けましょう。心の中に幸福感を感じながら未来へと進む準備を整えてください。あなたの火のエネルギー、陽のエネルギーですね。男性性なので陽のエネルギーです。このエネルギーは今どれぐらいの強さでしょうか。あなたが物事を始めた時の情熱をまだ保っているでしょうか。今目標のために進んでいる時、あなたは何が好きなのか、そしてなんでその道を選んだのか、あなたの中の理由を考えてみてください。その答えはあなた自身をより豊かにし、愛に満ちた未来へと導く光となっていくでしょう。自分自身の願いと情熱が交わっていく場所で、真の自分を発見し、愛の力で世界を彩っていくこの旅がこれから始まっていきます。物事が新しくスタートする可能性があります。それは自分が本当に求めている場所、安全な場所、居心地のいい場所からスタートしていく可能性が大ですね。今このメッセージたくさんお伝えしていったので、この中から全て受け取るの大変だなって思うかもしれないんですが、何回でも繰り返し聞いていただいて、ピンとくるところをお受け取りいただけたらなと思います。努力が実を結ぶ時です。そしてこちらからラッキーデーをお伝えしていきます。1ヶ月以内でお伝えしていくので、こちら下限の月のカードが出てきています。なので11月23日や12月23日がラッキーデーとなっていきます。またこの動画を見た時がタイミングなので、動画を見て直近の下限の月をラッキーデーとして捉えてください。はい、今回は1ヶ月以内に起こること、変化していくこと、いいこと、そして押さえておきたいポイント、それぞれを見ていきました。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは2番をお選びいただいた方、リーディングを行っていきます。今回のテーマは1ヶ月以内に起こること、変化していくこと、いいこと、押さえておくべきポイントなどをお伝えしていきます。よろしくお願いします。では、こちらの
お選びいただいたオラクルカードは後ほどメッセージをもらっていきます。そしてこちらに好転メッセージをすでにオラクルカードで出しています。あとはタロットカード、ルノマンカードを使ってみていきます。まずはトランスペアレントオラクルカード、こちらからも出していきます。はい、それでは見ていきます。こちらアドバイスカードで出しています。そしてあとはこちらですね。今のテーマとして見ていきましょう。カワウソのカードです。これはそうですね、喜び事、お祝いとか、あと遊びとかっていうのも出てきていますし、あとラバーズのカードも出てきていますので、この1ヶ月ですね、あなたが、今抱えている不安や悩みから抜け出すこと、そして周りとうまく調和できていくことで、中には恋愛要素も含まれてくるかもしれません。例えばですが、今恋愛していませんっていう方、ときめきとか出会いっていうのをここで感じられるので、新しい出会いや、また恋愛ではなくて推しが見つかるとか、自分が心ときめくような出会い、趣味の出会いとか、やりたいことが見つかるっていうことかもしれません。ですが、今回この周りの状況としても、サマーの点が出てきているので、やっぱり周りの方とか、あとご家族、チーム、お友達とか、みんなで仲良くっていうのが出てくるし、その中からパートナーが見つかるっていうのも出てくるんですね。または今好きな人がいるっていう方は、その方と嬉しいコミュニケーションや楽しい出来事っていうのもあると思います。デートできるとか、もっと嬉しいことです。連絡先交換できて、プライベートでやり取りできるようになるとか、今信じられないっていうふうに思うかもしれないんですが、その信じられないような出来事が大きく変わってくるんじゃないかな。人とのつながりっていうのが、今回この2番さんの変わっていくこと、嬉しいことですね。周りからもたらされること、人とのご縁ってとても大事なんだなとか、ひょんなきっかけから、例えばお仕事が紹介してもらえたとか、友達の友達からいい人紹介してもらったんだとか、そういうね、嬉しいことっていうのが出てきます。そして心躍るような1ヶ月になってくると思うんですね。今はすごく不安でとか、なんか信じられないなとか、物事が終わってしまったように感じるっていうのが出てくるので、やっぱりなんか先のことを見ていられないとか、疑心暗鬼になっちゃうっていうのが入ってくるんですね。例えば好きなお相手がいたとしても、そのお相手とうまくいかなくて、なかなか会えなくてとか、それであの人はどう思ってるんだろうかとか、あとは取り組みについてもそうですね。今自分にとって良いインスピレーションが湧いてこないから創作意欲が出てこないとか、何か奏でたい、紡いでいきたいものがあるのにそれがうまくいかない、なんかモヤモヤするっていうのが出てきます。行き詰まりを感じていたりとか、なんか時が止まってしまったような感じですね。暗闇の中から抜け出せないとか、創作活動をしている人だとしたら、インスピレーションが湧いてこなくて創作意欲が出てこない、新しい物事を生み出していく力が今湧いてこないっていうのがあって、アイディア不足だったりとか、行き詰まり感を感じている、やらなきゃいけないことがいっぱいあって締め切りに追われているとか、早く終わらせなきゃいけないっていうことに焦りを感じていたり、不安を感じていたりとか、本当に終わることできるのかなとか、やり遂げることができるんだろうかっていうふうに考えている方もいるでしょうし、
そうですね、人とのつながりとかコミュニケーションっていうのがここで入ってくるので、やっぱり周りとの調和っていうのはここは必ずこの1ヶ月以内嬉しいこととして入ってきます。一人で抱えていること、一人で抱え込みすぎていたんだなっていうことに気がつくのかもしれないし、周りからのサポートを受けることによってよりスムーズに物事が流れていって、毎日が楽しくなってくるっていうのが入ってきます。今すごく辛いですよねっていうのが出てきていますね。やっぱり心の中の葛藤だったりとか、未来に対する不安っていうのが出てきていて、交際している方だとしたら、この方と結婚したいんだけど果たして相手はどう思ってるんだろうかとか、うまく物事が進んでいかないなっていうふうに思っています。それがこの1ヶ月以内に話がまとまっていくとか、具体的に現実的に現実味を帯びていくというか、期待できるなっていうふうに思えるようなことがあるんだと思いますね。ここヘビのカードも出ているんですけど、ラバーズのカードと組み合わせて読んでいきたいので、ここは末永くお付き合いできるようなパートナーとの出会いだったり、または交際のスタート、そしてあとは信頼関係ですね。もしね、恋愛と絡めてみないのであれば、あなたの夢目標をずっと長く応援してくれるようなサポーターのような強い存在ですね。もともとたくさん周りに囲まれているんだけど、その中からとてもあなたを支持してくれる強い味方が現れるなど、その予感がしますね。でも今回はそうですね、周りとのつながりを通してあなたが成長する時とか、心が明るくなっていく時っていう風に読むといいかなと思います。そうですね、恋愛要素として見たいんですけど、今全く恋愛していないっていう方は出会いがあるような予感もしますし、あなたにとって大切なパートナーとか人とのつながり、そこから生み出されていくご縁によって新しく始めていく事業をスタートするとか、仕事を紹介してもらえるっていうことになってくると思います。ただこのカワウソのカードが喜び事とかお祝いっていうのがあるので、1ヶ月の間にすごくね、嬉しいことや喜ばしいこと、お祝いしたいって思えること、祝杯をあげるとか、誰かと出かけてそうですね、飲食をしたりとかする中でお祝いケーキが出てきたりとか、お酒の席であなたの昇進おめでとうとか、何か祝ってもらえるようなことが出てくると思うんですよね。今まで一人でずっと頑張ってきたんだけど、なんかね、みんなと一緒にいることで安心感を覚えたりとか、そう毎日がウキウキ楽しくなってくるっていうようなことですね。特にそれが中旬から後半にかけて起こりやすいので、前半のあたりっていうのはまだ苦しさから抜け出せないとか、そうですね、焦っていたりとか、心の苦しさっていうところが見られるんですけど、そこからパッと晴れやかになっていきます。後半になるにつれてどんどん明るくなっていって、だいぶ心が軽くなってすっきりすると思います。明るい気持ちでこの1ヶ月後、あなたが生まれ変わっている姿っていうのが見えます。そして毎日を大切にしているって、投げやりになっている今の現在っていう感じがするんですね。そこから毎日が楽しくて、誰かとお話しするのが楽しい、なんか毎日お話しするとかコミュニケーションやり取りをするようなお相手ができるのかもしれない、友達かもしれないし恋人かもしれないんですが、そのやり取りする方が出てくる中で毎日に彩りがついてくるよっていうふうに言われています。コミュニケーションが活発になっていくってことですね。そして押さえておきたいポイントっていうところでルノルマンで補足出しています。通知、通達、伝達などを表す手紙のカードと力のカードが出てきていますね。今回あなたの動きとか強さ、華やかさっていうところが今回押さえておきたいポイント。華やかっていうのは行動とかに現れるかも。いかに自分をどう見せていくかとか、どう伝えていくかとか、または自分自身で受け入れていくか、このあたりが今回テーマですね。もしかしたら前半の間に不安な気持ちが募っていって暴走気味になっていくかもしれない。そんな時にそんな自分をどうやって受け入れてなじませていくかとか、この絵で見ていくとこの女性があなただとしますね。そしてここに不安な思いを抱いている、それを象徴している獅子だとします。そしてここに子ヤギもいますね。これはあなたの中のこの
不安な気持ちとあなた自身と、ここにそうじゃない気持ち、自分って何なんだろうとか、本当の自分、本当の気持ち、不安な気持ちの他に希望を持っている自分だったりとか、その様々な要素を持ち合わせたあなたっていうのがいるんですが、この不安っていうのが今大きくなっている状態なんですね。これに飲み込まれてしまうと、この獅子が暴れ出してしまう。そんな時にこの暴れてしまう獅子をどのように制御していくのかっていうのが今回のポイントです。不安な気持ちから来る言動に注意っていうことですかね。そして手紙のカードが出てるから、誰かに文字として伝えたい、なんかコメント残すとかメールを打ってしまう、 LINE で送ってしまうっていうことが現れやすくなってくるので、この言動ですね、不安な時とか怒ってる時、イライラしてる時ほどこの文字として何かを送るのに注意してくださいっていうふうに出てきています。そうですね、うまく抑えていくことが中旬以降できます。自分で抑えようって思っていて頑張っているんだけど、周りからのサポートも出てくるので、周りの人の力を借りてイライラが収まったり、不安な気持ちが収まっていくのかも。例えば相談したりとか、一緒にご飯行く中で最近こういうふうなことを思っててってあなたが打ち明けると、話を聞いてくれてね、大丈夫だよって言ってもらえて、なんかすっきりしたなとかね、そういうこともあると思いますし、ここね、自分の気持ちを文字として誰かに伝えたりとか書き綴るときに要注意かなっていうのが出てきています。そうですね、自分の心をしっかり保つことっていうのがポイントなんですけど、でも今のあなたはちょっとそれがね、難しいかなっていうふうに思うと思うので、ただこの文字に起こすときだけ一呼吸置いてみようっていうのを意識されるといいと思います。そして常に大切なのは、ここに目を向けてください。この小ヤギですね。この獅子、不安な気持ちとかあなた自身ではなくて、ここの癒しや希望っていうところ、インナーチャイルドなんですが、心の内なる自分とか純粋な部分っていうところに目を向けてください。多分目を向けてくださいっていうふうに言わなくても目を向けることができるので、自然とこの1ヶ月終わりぐらいには心が明るくなって、純粋にブランコに乗っているあなたっていうふうにね、心がとても解放されています。この純粋に思う気持ち、あなたが今純粋に心から楽しめることをやってみるとか、またはあなたが気の置ける友人とのつながりを大切にするということで、心がだんだん軽くなっていきます。またこのときめき出会いですねにおいて、あなたの重荷がすっと軽くなるのかもしれません。ラッキーなポイントとしては、誰かとのつながりや喜びごと、遊び、このあたりがこの1ヶ月の間来るんじゃないかなと思います。また招待を受けるってこともありそうです。ではアドバイスカードをもらっていきましょう。アドバイスカード、こちらのカードがまず蛇のカードっていうことで、ルノルマンでも蛇のカードが出てきていました。で、今回アドバイスカード、そうですね、これね、やっぱり長くお付き合いを続けていくお相手と巡り会えるとか、また今交際している方や好きな人がいるっていう方は、その人と長くずっとこれからも一緒に仲良くやっていけるんだっていう確信を得たりとかする可能性があります。そしてこのカードっていうのは癒しや再生を表しています。今一度自分を再生させるとき、癒して疲れを取って、そして明るい気持ちになっていく時ですっていうふうに言われています。そしてアドバイスカードも見ていきましょう。チャリオットのカードが出てきていますね。まさにご家族に助けられる時なんじゃないかなっていうのも感じられます。ご家族ねを表すカードも出てきているので、今ご家庭を持たれている方や、またそうじゃなくて自分のご両親とか兄弟とかを大切にするっていうのもとてもラッキーアクションとして入ってくるかなと思います。そして自分の弱い部分にどう向き合っていくのかっていうのも今回テーマかなと思います。かなりこの前半がムーンのカードで不安な気持ちっていうのが出てきているので、ここね、あんまりもがいてもやっぱりこの不安な気持ちって消えないと思うんですよ。今までずっともがいてきたから、
でもじゃあどうすればいいのっていうところなんですけど、周りの人の助けを借りてください。話を聞いてもらうとか、そうすることによってどうしたら自分の弱い部分と向き合っていけるのかなとか、そういうところに目を向けることができるとか、弱い自分を乗り切ることができる、自分の力だけじゃなくて周りの人と一緒に乗り切ることができるんだっていうことを、この1ヶ月の間あなたが心に染みること、出来事として現れてくるかもしれません。人とのつながりっていうのがとても大切だっていうのがね、出てきていました。はい、ということで、あとはこちらですね、この1ヶ月、より良い1ヶ月を過ごしていくためにっていうことで、オラクルカードからメッセージをもらっています。こちらも見ていきましょう。はい、まずね、癒しと喜びっていうのも入ってきていますので、不安な状態から抜け出すことができますよ。まずオラクルオブザフェアリーのカードからです。星を見るというカードと、バランス取っていきましょうねっていう2枚のカードです。星を見ることがこの今のあなたにラッキーアクションとして入ってるかもしれません。冬の新月のお天気のいい日などもいいかもしれない。星がよく見えるので。あとはラブオラクルから愛の始まりが入っていることなので、やはりそうですね、ラバーズのカードとかも入っていたので、ここはその愛情っていうところが大きく関わってくるかなと思います。恋愛がスタートするとか、新しい出会い、心ときめくような出会いがあったりとかですね、ということです。その心ときめくものをとっても大切にしてくださいっていうのが出てきていますね。孤独から抜け出す時ですね。そうですね、それはやはり好きな人なんじゃないかな、恋愛的な出会いなんじゃないかなっていうのも感じるんですけど、そうですね。で、あとはね、ドリームリチュアルオラクル、あとこちらもありましたね、許しのカードです。そう、まさに今自分自身で自分のことが許せないとか、周り誰か許せない人がいるとかっていうのがあるかもしれないなっていうのを今の状態で感じますね。それを許して、そして許すことによってここからまた新しく再生するんだって、新しくね生まれ変わっていくんだっていうね、こういうカードも入ってきていますから、今一度自分の嫌な部分とか受け入れられない部分っていうのを許してあげてって、そんな自分でいいんだよ、大丈夫、いいんだって、こんな自分でもいいんだって、だってみんな光と闇を持ち合わせているから、あなただけじゃないって。そして今まであなたを苦しめてきた存在も許してあげようって、マイナスなネガティブなものを見たり聞いたりしやすい時っていうのが入ってくるので、そこに振り回されないとか、自分自身の言動もそうなんですけど、周りの言動ね、ただしその周りの状態っていうのがここね、サマーの点で非常に良いカードが出てきているので、周りの人があなたに何か悪いことをするとか、そういうことはないと思いますね。今あるとしたら今現在で、今現在の関係性から解消されて、あなたは心軽くなっていくっていうのが出てきていますね。あとはドリームリチュアルのオラクルカードです。インチュイションのカードが出てきています。そしてあとはこちらのチベット構想のオラクルカードからもメッセージをもらっていきます。このカードが上限の月を表しているので、星が見えやすい時のかつ上限になる手前ぐらいがいいのかなとも思いますね。月が満ちる手前ですねのあたりに注目してみてください。時期で言うと11月9日12月9日とちょっと明るくなってくる時なので、この例えばリアタイだったら11月9日より前ですね。ただこの動画を投稿するのがもう多分9日を過ぎてしまうような気がします。申し訳ありません。なので次の12月9日に注目してください。そして12月9日ぐらいだと星が見えづらくなってくるんですね。月がだんだん明るくなってくるので、月の光で星の輝きが少し失われてくる時なので、その12月9日より少し手前のあたりに星を眺めるのがいいんじゃないかなと思います。
ただしラッキーデーとしては12月9日、またはこの動画を見たタイミングで次の上限の月のあたりっていう風に覚えてください。あとはこちらのオラクルカードからのメッセージです。認められたいという気持ちをここで捨ててみましょう。怯えていると縄が蛇にも見えます。勇気を持ちましょう。こちらの2枚のメッセージもお受け取りください。このメッセージから今あなたへ伝えたいことをお伝えしていきます。まず夜空に輝く星々を見つめていきましょう。その時あなたの心は不思議な安らぎが訪れるでしょう。星たちはあなたが求めている答えを静かに教えてくれる存在です。星々の輝きに身を委ねていくことで直感が自由に駆け巡っていき、今の状況を見つめ直すきっかけとなっていきます。その瞬間、あなたには自分の内なる声に耳を傾けることになるでしょう。星を眺めることで心が安らぎ、大きな視野を持つことができるようになっていきます。どんなに小さな星でもあなたの未来に大きな影響を与える可能性を秘めています。だから星々に導かれながら新たな発見を楽しむことができるんです。そして日常の中で自分を見失わないようにバランスを大切にしていきましょう。勉強やお仕事、遊びの時間をうまく配分していくことで心と体のエネルギーを取り戻すことができます。疲れたら短い休憩でもいいので休憩をとっていき、心を癒す時間を持っていきましょう。大切なのは自分自身に優しくすることです。自分のペースで進んでいくことが充実感をもたらしていきます。そして直感を信じましょう。あなたの夢や心の声にはあなたを導く力があります。何かがあなたを訴えていると感じたなら、それを大切にしてください。これですね、純真な気持ちですね。インナーチャイルドの声を聞きましょう。心を開いて未来の可能性を信じて進んでいけば明るい道が見えてくるはずです。あなたには癒しと成長の力が備わっています。自分自身を信じて心のままに生きてみてください。より良い未来へのアドバイスです。あなたの心の中に抱えている怒りや自分自身を責めてしまう気持ちっていうのは幸せを遠ざけてしまっている原因になっています。まさに今それを感じているのではないでしょうか。過去の経験から来る不快な感情を手放し、悪い循環を断ち切っていきましょう。大切なのはあなたが何を許す必要があるのかを考えることです。怒りや憎しみは他の誰かではなくあなた自身を傷つけてしまうんです。許しは自分を癒すための行いです。許すイコール癒しです。相手を理解する必要はありません。あなたの心の中にある重い感情を手放すことで真の力を取り戻すことができます。憎んでいる相手を理解する必要はありません。そして過去の出来事を受け入れてその影響をコントロールすることができれば心の中に余裕が生まれ感謝の気持ちで満たされていくでしょう。はい、この四肢をコントロールするということにつながっていきます。それは癒すことでこのコントロールするっていうことにつながっていきます。そして心の中の輝きを高めていくために過去こういうことがあった、こういうこと言われた、こうだったああだったっていうこと、それをそのまままず受け入れましょう。心から自分自身を許し癒していくことが大切です。自身を浄化し軽やかな心を手に入れていきましょう。1ヶ月後あたりにはあなたの心はだいぶ軽くなっています。なので自然とこの癒し許しとかコントロールバランスっていうのがうまく取れていくんじゃないかなと思っています。そのきっかけとなるのが周りの方々の力ですね。そしてあなたの願う愛にあふれる日々というのはもうすぐ実現します。新しい恋愛や新しい愛の形が訪れることを示すサインが現れています。過去の傷は癒され、新しい恋の扉が開かれていきます。あとは一歩踏み出す勇気を持つだけ。理想のパートナーについて考え、恋愛への気持ちを高めていきましょう。もしすでにパートナーがいるのであれば、その関係に再び情熱を注ぐチャンスかもしれません。お互いの愛情を感じ、感謝の気持ちを伝えることが2人の絆を深める鍵になっていきます。もし過去の関係を終わらせる必要があるのであれば、その決断を恐れないでください。
心から望む新しい愛が必ずやってきます。愛し愛される関係はあなたの手の届くところにあります。恋愛に対する考えや願いを整理し、新しい出会いへの恐れを乗り越えることが未来への幸せへとつながっていきます。心の中で認められたいという気持ちを手放し、自分自身を愛することを選びましょう。周りの目を気にする必要はありません。あなたが描く素晴らしい未来に向けて一歩踏み出す準備を整えましょう。あなたの心に輝く愛の光が人生を照らしていきます。自由に軽やかに泳いでいくあなたの姿っていうのが見えてくるでしょう。はい、そしてあとはお選びいただいたオラクルカードからもメッセージをもらっていきます。 What do you really want? っていうカード、あなたが本当に望んでいることは何っていうふうに尋ねられていますね。どこに向かっているのって、本当にしたいこと何って、無理してしたくないことやってないっていうふうに問われていますね。このカードからのメッセージ、これはまるで心の深い海に潜り込み、あなたの真実の願望や夢を探っていくための鍵です。この本当に望むものは何という言葉、これは単なる表面的なあなたの願いではなく、心の奥に秘められた本音を引き出すためのものです。あなた自身、そしてあなたの周りとの調和において、新しい関係性や深みをもたらしていきます。あなたは心の奥深くにある情熱や希望を知りたいと願うようになるでしょう。あなたが本当に望むものは何なのか、どんな未来を描いているのか、その答えを知ることで、あなたの絆はより深く、より強く、より美しいものになっていくでしょう。あなたの願いが響いていき、そして誰かと、パートナー、恋人、新しく出会う相手、お友達、誰かと響き合って共鳴し合うことで、この2人の間に特別な理解とつながりが生まれていきます。そうしてお互いの心を開き合い、真の愛情を育んでいくことにこの1ヶ月なっていくでしょう。あなたが本当に望むものをお相手に教えていけば、それがお互いの道しるべとなり、共に歩む未来を輝かせていくでしょう。はい、というね、メッセージもあります。本当に望むものを相手に示していきましょうっていうメッセージですね。これもぜひお受け取りください。今回は1ヶ月以内に起こること、いいこと、そして押さえておきたいポイントっていうのをそれぞれお伝えしていきました。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは3番をお選びいただいた方、リーディングを行っていきます。今回のテーマは1ヶ月以内に起こること、変化すること、いいことと、そして押さえておきたいポイントをお伝えしていきます。よろしくお願いします。ここにもうすでにこちらより良い1ヶ月を過ごしていくためのアドバイスカードをもらっています。あとはトランスペアレントオラクルカード、そしてタロットカード、ルノルマンカードを使ってカードを展開していきます。はい、それでは見ていきます。タロット、ルノルマン、そしてトランスペアレントオラクルカードで見ていきます。まず現状で見ていきますが、ストレスかかってるなっていうのが出てきていますね。そのストレスから抜け出していく1ヶ月っていうのが出てきていますが、補足でルノルマンカードを足していきながら見ていっています。大きく変えていく時です。
変わるというよりあなたの力で変えていく時っていうのが出てくるかなと思います。で、現状2パターンあって、一つはまず周りの方で目上の女性だったり、その年齢関係なく女性の方が今あなたのストレスの原因となっている。例えば恋敵だったりとか、会社の女性の方だったりとか、人間関係において女性の方で今ちょっとストレスの原因になっている方がいらっしゃるんじゃないかなっていうのを少し感じました。で、もう一つっていうのは自分自身、あなた自身のことです。あなた自身のことで今自信がないとか、自分に対してストレスがかかっているとか、自分の進むべき道とか、自分が今までやり取りしてきたことって合っていたかな、どうだったかな、うまくコミュニケーションが取れているかなっていうことです。周りの女性がどうこうではなくて、あなた自身です。あなたが男性であれ女性であれ、自分の振る舞いとかが果たして合っていたのかなとか、あとは無理している。例えば表向き優しく接していかなきゃいけないなとか、そういうね、気を使うようなお仕事をされていたりとか、本音をうまく伝えきれていなかったりとか、我慢しているっていうのが出てきています。自分自身で負荷をかけすぎていて、本当はもうちょっと自由にやっていきたいんだけど、その自分がそのお仕事責任ある立場なのかもしれないし、もともとの性格かもしれないんですが、うまく自分を表現しきれていなくて、今そのギャップというか、心の中ではもうちょっと解放させてわーってやりたいんだけど、でもそれを抑えてパブリックな面では正しくいるべきだよねとか、そういうことでやっていてとか、煮詰まっていたりとか、ギャップを感じることに関して苦しみを感じているんじゃないかなっていうのが出てきています。または孤独感を感じているっていうのがありますね。周りに協力してくれる人がいないとか、またはあなたのエネルギー状態っていうのが今強く働いているのかもしれないなっていうのを感じました。なので周りの人から見るとちょっと恐れられるような存在であったりとかするのかもしれないっていうのを自分自身で感じていて、もしかしたらね、周りの人が私のことを恐れているかもしれないとかね、そういうことで本当はそうじゃないんだけどなっていうふうに思っている方もいるのかなと思いました。自分らしく振る舞いたいんだけど、ここは厳しくあるべきだよねとかっていう、その振る舞いで本当にそれでよかったのかなとか、自分のことをちゃんと見てもらえないんじゃないかなとかね、でもそれはしょうがないことでとか、そういうことを考えているんじゃないかなっていうふうに感じました。まずストレスがかかっているということ、2パターンあって、1つは女性の存在っていうことで今ストレス感じてる、または自分自身の振る舞いにとか立場ってことに対して今ストレスを感じている状態かなっていうのを感じましたね。そして周りの状況っていうのもちょっと微妙っていうのが正直なところで、微妙っていうのが言葉にしがたいっていうことです。すごくいいとか悪いとかでもなくて、あなたの中でもそのように感じてるんじゃないかなと思います。はっきりしないからはっきりしてほしいなって周りの人に対して思っていたりとか、答えを求めている、自分がやったことに対して正当に評価してほしいだったりとか、自分がこんなにね自分のことを抑え込めて振る舞っているんだから、それにきちんと答えてほしいなとかね、フィードバックが欲しいって思っていたりとかするのかなとも思いました。少しね周りが頼りないっていう風に感じてるような気がします。なんかね、言葉にしがたいなっていう風に思いました。もう少しはっきり示してくれたらいいのになっていう風にあなたの方では見えているし、周りがちょっと何とも言い難いニュアンスなんですね。なのでその周りとのその不和を生じているような状態かもしれないなっていうのを感じました。ちょっとズレを感じていたりとか、自分ではこうやって進んでいきたいんだけど周りがついてこないとか、ちぐはぐしていて求めているものが返ってこなかったりとかするので、そこに対して不安を感じていたりストレスを感じているんじゃないかなっていうのも正直感じます。だからこそ自分の振る舞いが果たして本当にこれで合ってるのかどうか、フィードバックがないから自信が持てない、確信が持てないっていうのがあって、本当にこの道進んでいっていいのかなっていうふうに悩んでいるなっていうのを感じました。これは決して周りの人が悪いわけではないし、あなた自身が悪いわけではないんですが、今ちょっとずれ込んでいるだけ、噛み合っていないだけっていうのが入ってくるんですね。こ
これがもしその恋敵とか女性、職場とかの女性人間関係とかでね振り回されていますっていう方だったらまだ対応のしがいあるなっていうふうに感じるんですけど、恋敵になってくるとここが例えば好きなお相手にもうちょっとはっきり示してほしいなとか、例えばね、あなたが恋人だったら自分の恋人に対して私っていう存在をもっと表にアピールしてもらって、そのライバルの存在を打ち消してほしい、話してほしいなっていうのはあるし、あとはその交際はしていないんだけど好きな人がちょっとあやふやで、この私のことを本当に好きなのかなとか、それとも他の女性っていうのが出てくるんですけど、この恋敵ライバルの存在がちょっと気になるなっていうことで、好きなお相手に対して本当はどうなのっていうふうに突っ込みたいんだけど突っ込んで聞けないとかね、そういう感じがしました。もうちょっと、連絡取り合いたいなだったりとか、はっきりしてほしいなっていうのがあるんですね。例えば連絡し合うにしてもどれぐらいの頻度でやり取りしたらいいのかとか、あなたは例えば毎日やりたいだけど向こうがなんか返事が来たり来なかったりとか、ちょっと微妙な感じっていうのがあったりとか、また向こうがね微妙な感じの中、あなたはあなたのペースっていうのを守っていきたい、保っていきたいんだけどちょっと乱されていたりとか、毎日やりたいわけではないかもしれないんですよ。例えばね、週に1回ぐらいやり取りしたいなって思ってるんだけど、向こうがなんかこう返事したりしなかったりで、あやふやだから、そんなにこう求めてるわけではないんだけど、1ヶ月に1回会えるか会えないかみたいな感じで、なんかちょっと微妙な感じっていうのが、パッと出てくるかなと思います。それに対して自分自身で圧をかけているような気がするんです。我慢してるっていうことですね。周りとのズレを感じつつも我慢して何かやらなきゃいけないことがあるとか、立ち振る舞わなければいけないことがあったりとか、進んでいかなきゃいけないことがある、誰かのために自分を犠牲にしているような気がしました。それがガラッと変わっていくっていうのが出てきていますね。で、あとは今の不安な状態とか不安定なものが安定したものに変わっていきますっていうことで出てきています。これね、大きく変わる。で、変わるきっかけ何ですかっていうので補足で1枚出したら、ここは手紙と家のカードそれぞれ合わせて見ていきたいんですね。あなたにとって嬉しい通知、お知らせっていうのがやってきます。それがその周りの人、好きなお相手だったりとか、周りがはっきりしないっていうことだとしたら、それがはっきりするよっていうこと。先行きが見えなくて自分が頑張ってきたんだけど、これってフィードバック来ないからどうなんだろうって、合否の結果かもしれないし、それがはっきりと出てくるよっていうことです。それによって変わる、大きく変わるっていうのが出てきていますね。よりしっかりした信頼関係を築いていけるとか、あとは自分に自信が持てるとか、これでよかったんだって、この道進んできてよかったんだっていうね、ストレスから抜け出すことができる、安定した場所を作ることができるっていうのが入ってきます。契約事を交わすのかもしれない、約束とか、周りの人と。お仕事だったら契約書とかなんですが、好きなお相手でも約束を交わすことによって不安から抜け出すとか、ストレスから抜け出す、なんか約束するのかも、次からこういう風にしていこうねとかね、そういうことを話し合うのかもしれないなと思いました。これが大きな変化っていうことで、3番さん1ヶ月のうちで特に中旬ですね、ここです。大きな変化を迎えます。それはちょっとしたきっかけかもしれないんですが、そこから雪だるま方式に大きく膨らんでいって、最終的に大きな変化、変容へとつながっていきます。もしかしたらあなたの中でこうなりたいっていう理想があったりとか、本当の自分を打ち出していきたい、本音を見せたいとか、我慢して抑え込んでいたものを我慢しなくてもいいように楽になりたいっていうのが入ってくるので、それが叶っていくんじゃないかなっていうのを思ったんですね。ただしそれはすぐにガラッと変わるというよりは、小さなきっかけから変わっていくことで、どうしてもあなたの力が必要なんですっていう人がいるんです。会社かもしれないし、仲間内かもしれない、ご家族の中かもしれないんだけど、どうしてもどうしてもね、抑えて、本当の自分を抑えて振る舞っていかなきゃいけないこの自分、あなたが無理して作り出している、無理というか、それを承知の上で作り出している自分かもしれないんですけど、それを
その力をねどうしても必要としてるんですっていう人がいるんです。だからあなたは全てありのままの自分でいられることができないっていうのはどうしてもそれは続いていくって。ただし気持ちの中で整理ができて少し軽くなる、楽になっていくんだよっていうことは言われてるんですね。今その立場ある自分とか立場っていうのはこう振る舞っていかなきゃいけないっていうことですね。お仕事取り組みじゃなかったとしても対人関係とか好きな人の前ではこう振る舞っていかなきゃいけない。例えば私が支えていかなきゃいけないんだよねとか、私が引っ張っていかなきゃとか、そういうところを求めている人がいるんですよ。そのあなたの力を求めている人がいるから、その役割は保ったまま心が少し楽になっていくんじゃないかなと思います。その役割を担ったままどうしたら自分の心がもっと楽になるのかなっていう方法を見つけることができたりとかですね。またはその自分の中で一度見直しがかかっていくのかもしれません。こういうことをやってったらもうちょっと楽になるなとか、楽になる方法、その簡単に言えば手抜きしても楽してもうまくいく方法っていうのが見つかっていくっていうような1ヶ月になっていくと思いますね。自分の中でもうちょっと楽していいんじゃないかっていうふうに自分自身を信じてあげてもいいんじゃないかっていうことを、あとはっきりしなかったなとかなんとも結果が出ないなってことに対してはきちんとそこに一つの結果が出るとか一つに絞られていくっていうのが出てくることと、あとはあなたの中でこれを見たタイミングから2週間後ぐらいかな、10日から2週間後ぐらいの間にこれでよかったんだって思えるような出来事がふっと湧いてきます。ほんの小さな出来事、瞬間です。そこから大きな膨らみになっていくので、この小さな出来事っていうのをキャッチしていってください。大丈夫、キャッチできるので、降って湧いてくるインスピレーションかもしれないんですよ。なんかふっとこうやってやったらもうちょっと楽になるなとかね、そういうことから始まっていくのかもしれない。ただしそれはあなたの中の人生を大きく変えていくような出来事になっていくだろうということで、転機が訪れると思います。夢、目標が叶い始める瞬間っていう風に捉えることもできますし、そうですね。そして押さえておきたいポイントとしてここのカードが出てきてるんですね。自分が変わっていくことに対してどのように変わっていきたいですか。なんかね、ギャップを感じるんですね。本当はこういう自分でいたい、だけどこの自分も捨てがたいみたいな、この役割の自分もどうしても持っていかなきゃいけないっていう、この両方で揺れるような感じがするので、どの塩梅で取っていけばいいのかなっていうところと、本当はどんな自分になっていきたいんですかっていうところだけは忘れずに持っていてくださいって。それが 100% この自分でいきたいっていう風に押し通せないと思うんですけど、その8対2の割合でうまく収まるかもしれないし、今よりは楽になるよっていうことです。無理してこうじゃなきゃいけないっていうところから抜けていきましょうっていうのが出ています。本当の夢に向かって今あなたが描き始めるとき、動き始めるとき、またそのあなたが育み始めるときです。自分自身を変えていくとき、ここね、この3番さんは自分にフォーカスが当たっていくんじゃないかなと思います。周りと自分とのつながりとかではなくて、自分自身にフォーカスが当たっていくとき、新しい何かを育む、生み出していくっていう時期かもしれません。中旬あたりに大きな実りが生まれてくるんではないかなと思いました。そしてアドバイスカードです。アドバイスカードはこちらの2枚からもらっていきます。まず例文のカードですね。これそのメッセージを伝えますよっていうね、言葉とかを司っているんですね。あともう1枚こっちからも見ていきましょう。挑戦していく時ですよっていうのが出てきます。で、ここにその言語っていうのが関わってくるので、中にはそうですね、海外とのご縁がある方もいるかもしれない。それはあなたが海外に行くとか自分軸なんですよ。自分軸の中で、海外とか世界、その国を越えての活動とかですね、自分自身の活動ですだったり発信っていうことが可能性としてあるかな。挑戦していくっていうことなので、
例えば新しい言語を学ぼうっていうふうに思ったりとか、海外の文化に触れてみようって自分自身で動き始めていく時っていうのがね出てきています。それもアドバイスの一つ。または伝えていくっていうのが両方入ってきているので、これも目標に向かってあなたが果敢に挑戦したり動いていく時っていうのが出てきているんですね。目標のために向かって前に進む時です。そして言葉も同時に操っていきましょう。新しいやり方になった時に、ここに言葉っていうのがニュアンスとして加わってきて、今までこういう口調とかこういう言葉遣いでやってきたんだけど、ちょっと柔らかくなってみるとかかもしれないし、積極的に発言していくのかもしれないし、言葉も関わってくる。どのようにしたらもっと伝わりやすくなっていくのかなとか、どのように発言したら夢に近づいていくのかなとかっていうね、そういうところに結びついてくるのかなと思います。動きましょうっていうカード、アクションのカードが入っています。どういうふうに動いていくのか、言葉を使っていきながら、そして自分の本当に癒しの空間、安心できる空間を求めて動いていきましょう。作っていくってことかな、育んでいくっていうことです。日々安心できるような居場所づくりをしていきましょう。そうすることであなたは本当に自分自身のことを信用することができる。なんかね、不安なんですよ今。フィードバックがないからっていうのが入ってくるんですよね。誰からも反応がもらえないとか、自分のやったことに対して評価してもらえない、いまいちつかみづらい、分かりづらい、褒められてるんだか褒められてないんだか、いいのか悪いのかちょっと分かりづらいなっていう感じで入ってくるので、それがもっとねより分かりやすくなるような自分の心の余裕だったり空間を作っていくっていうのがこの1ヶ月の流れで入ってきます。何かが大きく変わるというより、自分自身を変える時とか、自分自身の中でより心に余裕を持たせるようにしていく時、流れとしてそのように入ってきています。助けてくれる人も現れてくると思います。特に後半あたりです。1ヶ月後あたりに助けてくれるようなご家族、お友達ですねが現れてくると思うので、見つかるとか、あとその話をしてみたら気の合う人が見つかったりとか、またはお友達と久しぶりに会って話をすることによってそのお友達からフィードバックがもらえたりとかするので、それでようやくこういう風に自分ってやっていこうって指針が見つかってくる、新しいやり方が見つかるのかもしれません。ヒントが見つかるっていうことです。ではアドバイスカードもらっていきましょう。より良い1ヶ月を過ごしていくために、まずインスピレーションのカードです。ダンスをしていますね。軽やかですね。あとはライフエネルギー、生命のエネルギー、エネルギッシュですね。ジャンプしていたりとか動いていたりとか、動いているんだけど、表面上動いてるんだけど心の奥底のあなたは動いていないんじゃないかっていうところに対して、心から湧き上がってくる喜び、動き、っていうのが出てきます。そしてこちらのカードも出てきていますね。オブザーブのカードですね。そしてあとはこのラブオラクルからももらっていきましょう。お金、仕事と美しさ、より自分の美しさに磨きがかかる時とか、内面外見どちらも美しくなっていく時っていうこともそうですし、あとお金とお仕事のカードが入ってくるので、今回はやはり自分自身の生き方と、あとお金、お仕事と向き合う時なのかなとも思います。誰かとの恋愛とかコミュニケーションというよりは、自分自身に対してアクションを起こしていく時なのではないかっていうのが伝わってきます。ではメッセージカードです。その道は本当にあなたが目指すべき方向ですか？すべてを育む大地のように分け隔てのない心で人と接することができますか？これができるようになる。これが答えですね。本当に目指すべき方向に向かって進み始めて、そして全てを育む大地のような美しい存在にあなたはなっていきます。自分を育んでいく1ヶ月っていうことですね。そしてあなたの力を必要としている人がいます。このあたりのバランスをうまく取れるようになる、心が少し軽くなるようなやり方が見つかってくるんじゃないかなと思います。ではアドバイスカードでメッセージもらっていきましょう。未来を紡いでいくためのインスピレーション、
っていうカードですね。今こそ自分の未来を描く大切な時期があなたのところへやってきています。インスピレーションはあなたの内に秘めたアイディアを引き出し、輝かしい未来への道を照らしてくれます。夕暮れや夜明け、どんな時でもあなたのそばに感じることができます。大切なのはそのささやきに耳を傾け、心を開くことです。もしそのアイディア、降ってきたアイディアに心が共鳴するんだったら、それを大切に育んでいきましょう。あなたには自分の選択をする自由が常にあるということです。それを忘れないでください。インスピレーションが足りないと感じるとき、何かが足りないと感じるときは、自然の中に身を置くことをお勧めします。外に出て木々のざわめきや風の音に耳を傾けてみましょう。もし外出できない場合は、雑誌やインターネットで美しい自然の風景を見て心を落ち着かせていきましょう。自然の美しさに目を向けていくことで、インスピレーションが流れ込み、新しく生み出していく力、イメージ力が湧き上がってきます。また、この生命のエネルギーがあなたを包み込み、心を明るくしてくれることを忘れないでください。内なるエネルギーはあなたの自信を高め、ポジティブな影響をあなた自身に与えていきます。すごく太陽のようなエネルギーですよね。このエネルギーが今あなたの中に流れ込んでいきます。自分を隠すのではなく、思い切ってこのエネルギーを周りに放っていきましょう。あなた自身が誰かにとっての光となる可能性を秘めていますというか、誰かにとっての光ですね。もうすでに誰かにとってあなたは必要とされているんですよね。だから頑張んなきゃって思ってる、そういう自分と、その内から出てくるエネルギーを出したい自分と、両方で今抱えてるものがあるんじゃないかなっていうふうに私は思いました。恐れずにあなたの内なるエネルギーを見せて、周りの人たちにその輝きを広げていってください。自分自身を隠すことを恐れないでください。なんかその我慢して辛いなと思ってるんだったら、その辛いっていうのを少しね和らげるために、こうしたいって思うことを発言してみたり、出してみたり、表現してみたりしてみましょう。はい、そして月の力も感じてください。ここ新月のカードですね。この新月のタイミングは、あなたの心の中で新しいアイディアが芽生えやすくなっていきます。この新月のタイミングを利用して、あなた自身の内なる声に耳を傾け、ひらめきを大切にしていきましょう。自分自身を責めることなく、感じたことを大切にし、そしてノートにメモしていくことも重要なポイントとなってきそうです。夢日記をつけたりとか、感じ取ったインスピレーション、ふっと湧いてきた願いとかをノートに書いてみましょう。そして未来を紡ぐためのメッセージです。今あなたの心の中には多くの疑問や希望が渦巻いていることでしょう。経済状況やキャリアの選択は、あなたの人生の旅路において重要な鍵となってきます。もしかすると仕事が恋愛の進展を妨げているのかもしれませんし、お金に関する課題を解決することがお相手との関係をより深めるために重要なことかもしれません。この機会にあなたのお仕事やお金についての考え方を見直してみましょう。自分の気持ちを明らかにしていくことで、未来を切り開く手助けとなるでしょう。もし今恋愛よりも仕事に楽しさを見出しているのであれば、その情熱を大切に育んでいくことが、新しいキャリアの道を開くチャンスとなっていきます。また夢を叶えるための仲間を探すにも絶好のタイミングと言えます。具体的なビジョンを思い描き、同じ夢を持つ人々とつながってみてください。一人では難しいと思っていた夢も、協力することで現実になることがあります。それぞれの力を合わせることで、新しい豊かさや可能性が広がっていくでしょう。恐れずに周りとコミュニケーションをとってみてください。そして心の声に耳を傾け、あなたが挑戦してみたいと思っているお仕事、そして豊かさの意味について考えてみましょう。今あなたとパートナー、ビジネスパートナーとか恋愛のパートナーかもしれません。あなたとパートナーとの関係は美しい調和へと向かっています。お互いに美しい瞬間を共有し、美しさ、
美について語り合うことでさらに深い絆が生まれるでしょう。特に中旬あたり、五感に関わるようなことであなたが美しい、美味しい、いいなと思うものを共有していくことが大切なポイントとなってきます。特定のお相手がいない場合でも、あなた自身が美しいと感じるものに目を向けて、あなた自身が美しいと感じるものに目を向けると、心の美しさを見出すことができるでしょう。美しさはあなたがそれを見つけることで初めて生まれてくるものです。身近な人々や環境に宿る美しさを発見し、日常の中に調和を呼び込んでいきましょう。あなたが感じた美しさの中には、あなたが望んでいる調和や答えが眠っています。そしてこの美しさっていうカードですね。美しさを見つけていくこと、これを何度も何度も重ねていくことで、より美しい人生があなたを待っています。毎日日々美しさを重ねていきましょう。そして身近な人々や環境に眠る物事を新たな視点で見ることで、世界は一層輝いて見えてくるでしょう。心を開き、人とのつながりを大切にしながら、自分が本当に目指すべき方向を見極めてください。あなたの未来はあなた自身の手の中にあります。自分の未来を自分で作り上げていく、誰かの力を借りるとかではなくて、今回3番さんは自分自身で自分の内なるエネルギーを発揮していきながら、より美しく輝いていくとき、新しい自分や本当の望んでいる自分の姿になっていくときというふうに出てきていました。ではお選びいただいたオラクルカード、こちらからもメッセージをもらっていきましょう。こちらは You are Living Poetry っていうカードで、これはあなたの生きた歌っていうメッセージがあります。あなたの存在そのものが美しさに満ちており、周りの世界に深い感情や意味を与えています。存在そのものが美しいっていうことを自覚してください。認識してください。はい、そしてあなたの笑顔や仕草、日々の生活の中で感じる喜びや悲しみ、それらすべてがまるで歌の、ポエムのね、一行のように心を打つ力を持っています。あなたが歩く姿、話す声、そしてあなたが放つ温かいエネルギーは、まるで心の中に広がる美しいものたちが形になったかのようです。あなたの人生の一瞬一瞬が色とりどりの言葉や感情で綴られた、誰もが感動する作品になっています。だからこそあなたはただ生きているだけではなく、その存在が周りの人々にインスピレーションを与え、感動を呼び起こすのです。あなたは愛と美を感じさせる生きたポエム、歌なのですっていうメッセージがあるんですね。この女帝のカードも出てきていますし、美しさのカードも出ているので、あなたはセンスがいいし、五感に優れている方だと思うんです。美味しいものとかグルメにも詳しかったり、色彩センスがあったりとか、また音楽のセンスがあったりとか、自分自身でいいなって思うものが周りに伝染しやすい方ですね。インフルエンサーのような、そんなセンスのある方なので、その自分の美しいなって思うものや輝いてるなと思っているもの、これを大切にすると、あなたのその姿がね、キラキラして見えるんだっていう風に伝わってきました。そして今回はその恋愛要素というよりは、自分自身の生き方やお仕事、生活、ライフスタイルについての見直しがかかっていくような、そしてより良い生き方を目指していくために、より良い美しさを求めていくために、あなたが育んだり動いたりするような、そんな絶妙なバランスを生み出していく1ヶ月になると思われます。はい、こちらのメッセージをお受け取りください。あとはこちら、ドリームリチュアルのオラクルカード、このカードは新月を表しています。ですのでラッキーデーとして新月を挙げていきます。直近ですと12月1日ですね。また動画を見てからの直近の新月で構いません。それが来年の1月とか2月になるかもしれませんが、新月の時がタイミング、ラッキーデーとして捉えてください。そして寝具を新しく新調して、より深い眠りとかリラックスして眠れるような環境を作りをしてみてくださいっていうのもメッセージで入っていました。今回は1ヶ月以内に起きること、変化、いいことと、そして気をつけることについてそれぞれお伝えしていきました。
これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。今回のリーディングは以上となります。1ヶ月以内に起こること、大きな変化を迎える方、そして周りとうまく馴染んでいくような流れになる方だったりとか、自分自身を見つめ直す方など、それぞれ結果が分かれてきたかなと思います。中には恋愛要素強めの結果になった方もいたと思います。結果はいかがだったでしょうか。メッセージたくさんお伝えしましたので、何度も見ていただいてメッセージをお受け取りいただけたらなと思っています。では今回はこちらのチベット構想のオラクルカード赤と白、こちらそれぞれから共通メッセージをもらっていこうと思います。シャッフルして共通メッセージもらっていきます。今のあなたに必要なメッセージとしてお受け取りください。はい、ではこちらそれぞれからもらっていきましょう。では見ていきます。身の回りの整理整頓を、心に調和が戻ってきます。焦らずに一歩ずつ前進すればいいのです。焦ることはありません。少しずつ前に進んでいきましょう。あれもこれもやらなきゃいけないというふうに思っているかもしれません。そうですね、年末に向けてバタバタしだすかもしれませんが、少しずつ焦点を絞って目標を絞っていきましょう。一つずつ段階を踏むかのように、あれもこれもあれもやらなきゃいけないって一気に溜め込みすぎると、一気に抱え込みすぎると、どれから手をつけていいかわからないとか、中途半端になっちゃったりとか、時間配分がうまくできなくて余計イライラしたりとかしてしまうので、まずはこれからとか優先順位をつけていきましょう。次はこれって、それが終わったらこれっていう風に、あと計画を立てたりするのもいいと思います。ここからここまでの日にちの間にこれをやって、その次はこれをやってっていう風にね、少し小さな目標をそれぞれの期間で設けていくのもいいと思います。焦らないでくださいと。そしてあと整理整頓しましょうっていうことで、それはお掃除とか部屋の模様替えとか整理だけではなくて、心の整理も入ってきます。また一番大切なのがそのデジタルな整理ですね。皆さん今スマートフォンを持たれている方、ほぼ 100% なんじゃないかなと思っています。このデジタルなデータを整理整頓しましょう。それはその LINE で登録している関係性の整理整頓かもしれないし、写真とかね、データの整理整頓かもしれません。もう使わなくなったなっていうものを、例えばね、他のものに置き換えて残しておいて、スマホの中をきれいに整理するとか、使わないアプリを削除するなどして、このデジタルデトックスもね、いいと思います。一旦スマホから離れて、テレビやスマホから離れて自然の中に身を置くことだったりとか、お部屋の中で10分間とか、例えば30分間半身浴するときにスマホは持たないとか、自分の中で空想の世界にふけるといいますか、思いを馳せるっていうこともいいと思うし、お月見をしている間はスマホは遠くに置いておこうっていうことでもいいと思います。一番身近にある電化製品でよく使うものが多分スマートフォンだと思うんですね。なのでこのスマートフォンの整理整頓をすることっていうのが、あなたの心の調和につながってくるんじゃないかなっていうふうに感じました。またそれ以外にもね、お家のお掃除をしたりとか、それ以外の整理整頓ってところに目を向けてもいいと思います。今散らかってしまってるなって、例えばお手紙や DM とかね、そういうのが溜まってるなっていうものを整理してもいいし、
例えばね、チラシが溜まってるんですとかね、郵便物溜まってるっていうのことをね、一回整理してもいいかもしれません。お洋服だったりとか、そういう整理整頓っていうのもやってみてくださいねっていうメッセージでした。では今回は共通メッセージは以上となります。皆様からのコメントいつも励みになっていますし、勇気づけられています。本当にコメントくださる方々ありがとうございます。YouTube ね、なかなかコメントを残しづらいですよね。勇気がいることなんじゃないかなと思うんですが、そんな中コメントを残してくださる方本当にありがとうございます。とても嬉しく思っています。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。